Hi guys! 皆さんこんにちは、あおいです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんに向けて日常で使っている表現をたくさん使いながら日々感じたことについて日本語でのんびりお話ししていきます。最後には今日お話しした中でおすすめしたい日本語の表現を英語を使いながら少しお話ししますので、ぜひ最後まで聞いてください。皆さんはどんな先入観を持っていますか？まずその前に自分が持っている先入観に気づきますか？先週末お友達が誘ってくれて初めて久石譲のコンサートに行きました。プロのちゃんとしたクラシックのコンサートは初めてだったのですごくワクワクしながら行って、ただこの間のコンサートはジブリコンサートではなかったので知ってる曲ではなくてクラシック音楽だし、その日は早起きもしてたので途中で眠くなっちゃわないかなって心配もしてたんですけど、全然そんな心配いらないくらい圧倒されました。ちょっとあんまりクラシックに関する知識がないのでアホみたいな感想になっちゃうんですけど、そこはちょっと許してください。まず1曲目、最初は木琴と鉄琴が真ん中にドーンってあって、その方たち中心で演奏している感じで、私クラシックを聴いている時はその曲が流れてる風景を思い浮かべながら、その世界観を想像しながら聴くんですね。その曲も聴いてるうちにジブリの曲ではないはずだけど、そのジブリのワンシーンみたいなのが浮かんできて、腰くらいまでの高さの草原にちょっと強めの風が吹いていて、髪が長めの男の子が一人真ん中に立って遠くを見つめていて、その奥には街があるんだけど、進んでいくと苔の生えてる石畳の街並みで、その中をその男の子が走り回って生活してるみたいな。もうめっちゃジブリですよね。ラピュタとかハウルの動く城とか、完全にこれっていうのはないけど、そんな感じの世界観でした。これが私がその久石譲はジブリの人だっていう先入観があるからなのかっていうのがコンサート中に気になってしまって、もしそうだとしたらそれは嫌だからなくしたいなって思いながらも純粋に楽しんで浸っていたんですけど、その最初のパートが終わって楽器とかを入れ替えた次のパートで私が想像したものって昔のヨーロッパの雰囲気を感じたんですよね。一人の女性が木造のお家で素敵なバレエシューズを履いてワンピースを着て踊ってるような感じで、かと思えば外では男の人が一人で必死に隠れながら逃げてるみたいな。この時はジブリでも日本でもなくヨーロッパ、海外で、そのパートの最後の挨拶してる時に気づいたんですけど、そのパートは主役になっているバイオリニストの方がいて、外国の方で、もしかしてその人がヨーロッパの雰囲気を作っていたのかななんて後から思いました。でももしそうだとすれば、私の久石譲はジブリの人だっていう先入観がそのパートでは発揮されなかったわけで、このバイオリニストの方がいるって最初から分かっていたらまた違う世界観を思い浮かべてたかもしれないんですけど、知らずにヨーロッパだって思ったのなら本当にその曲や演奏から思ったのかなって思いました。でも少し長めの休憩を挟んで最後のパートはもう怒涛だったんですけど、このパートは
ジブリではないけど、日本だったんですね。マラカスの音とか、何がそうさせてるかは、考えても音楽の知識がなさすぎて1ミリもわからなかったんですけど、日本の明治時代とか、ちょっと昔の雰囲気で、私のイメージはクラシックってやっぱりヨーロッパの文化で、日本にそのイメージはあんまりなかったんですね。だから当たり前のようにクラシック音楽を聴いた時に思い浮かべるのはヨーロッパの世界観だと思っていて、ジブリの世界観は久石譲だし思い浮かべるかなとは思っていたんですけど、なので純粋に日本の世界観がイメージできたことに驚きました。だからこそ、これが私の先入観なのか、そうじゃないのかっていうのが知りたくて、これも本当悔しいんですけど、私の英語の語彙力が足りなさすぎて、一緒に行ったお友達とはこのお話をすることができなくて、ちょっとここでお話ししようって思ったんですけど、他のお客さんはどう感じたんだろうと思って、久石譲が日本のジブリの曲を多く作っている作曲家っていう先入観から私の脳みそがジブリっぽいとか日本っぽいって思ったのか。でもだとしたら二つ目のパートでヨーロッパの世界観を感じたのはなんでだったんだろうとか。基本的に先入観を持つことはあんまり良くないことだと思っていて、思い込みとか偏見とかそういうものにつながると思うから、なるべく持ちたくないし、持たないようにしているんですね。もちろんそれが何かを決めるときに自分の判断材料になるから、全くないのも良くないと思うし、むしろそれで危険だなって感じることができたら、安全な道を選ぶこともできるので、絶対悪いわけじゃないと思うんですけど、先入観があることに気づくのって、その先入観がきっかけで何かを考えた時だけで、きっとこの世の中のことを先入観だらけで見ているんだろうなって思います。でもそれをなくしていくには、もう経験していくしかないと思っていて、それこそ海外で生活していると、そういう先入観とか常識とかが壊れてばっかりなので、もう見たものしか信用しませんよっていう勢いでいろんなことに挑戦して経験していきたいです。あとコンサート中、ハープの音の綺麗さに心を打たれました。ちゃんと注目してその音を聞いたのが初めてだったので、めっちゃ感動してやってみたいって思っちゃいました。気になったらすぐやってみたくなるのが私の悪い癖です。あとはドラ、バーンってやるやつも、あれってその曲の一番の盛り上がりの時に満を持して鳴らすものだと思っていて、だけど私の意識が別にそれてる時にそれが鳴らされていて、その担当の方が道具を戻してるのが目に入ってきて、あれ今鳴らしてたんだみたいな、それもすごいなって感動でした。はい。こんな初心者丸出しのアホみたいな感想でしたが、久石譲のコンサート行ったことある方、ジブリの曲以外のイメージがどんなんだったか、ぜひ私に教えてください。ここからは余談なんですけど、こういう何か心を動かされるものを体験するときって、自分とは違う知識や見方を持ってる人と行くのがいい派ですか？それとも同じような感覚の人と共感したい派ですか？
私は完全に違う見方の人と生きたい派です。今回で言うと、例えば音楽の知識があって、どの楽器がどこでどんな風に使われてるのかとか、私の知らない世界を教えてくれる人といるのが楽しくて、でもその分私はどう思ったとか、ここが面白かったとか、どこでどんな風に自分の心が動かされたのか、ちゃんと言語化できるようにしておかなきゃですね。こういう会話も英語でできるように私も勉強頑張ります。This time I talked about preconceptions and the thoughts I had while listening to Joe Hisaishi's concert. In Japanese, preconception is 先入観. If you look at the kanji, it's actually easier to understand the meaning. It literally means a way of seeing something that has already entered your mind beforehand. 先に頭の中に入っている見方。One interesting thing about Japanese is that you can often guess the meaning of a word from its kanji. There are a lot of kanji and they can be difficult, but I hope you enjoy learning them too. Also, Japanese people often say things like 1ミリもわからない I don't understand it at all or 1ミリも似てない It doesn't look similar at all. The expression 1ミリも is often used to mean not at all. Sometimes when we are joking around, we even use smaller units like 1ミクロン to make the expression sound more dramatic or funny. One more phrase I'd like to introduce is 満を持して which appears in Haikyuu. Kenma from Nekoma High says 満を持して発動できるもの. This phrase means something like finally or after much preparation. It is used when you have prepared thoroughly and are completely ready, or when the perfect moment has finally arrived. So keep practicing your Japanese and then use it in Japan when the time is right, after all your hard work and preparation. Thanks for listening and see you next time.